距離が出ますよっていうボールを使っているのに、さらに距離が出なくなってしまう。できるボールを選んでいくというのが一番ゴルフボールを選ぶ基準としてはいいのかなと。どうもアリスゴルフです。今回ですね、ゴルフボールの選び方ということで、早速ですが皆さんはどんな基準でゴルフボール選んでいらっしゃいますでしょうか。かなりこだわりを持って、もう俺はタイトリストのボールプロ V1 しか使わないんだみたいな人ももちろんいるかなとは思うんですけれども、多くの人はですね、安くていいボールがあればいいなという風な基準で選んでいる方が多いんじゃないのかなと思います。そもそもゴルフボールのパッケージ裏の方を見てみるとですね、かなり細かくいろんな機能だったりだとか特徴書かれているけれども、あれを読んでもよくわからないというか、とにかく安くていいボールが欲しいんだけれども、どれを選べばいいんだと、どんな基準で探せばいいんだ、そんな風に思っている方が多いんじゃないのかなと思いますので、今回の動画ではですね、まず簡単にゴルフボールどういう構造をしているのかというところを起点にして、ゴルフボールの種類3つに分けてご紹介させていただくので、それを元にしてゴルフボールを選ぶ際にですね、この動画を思い出していただいて、その参考になればなと考えておりますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはですね、この後ボールの種類3つご紹介させていただく上で、そもそもボールの構造を知っていただいた方がイメージつきやすいかなと思いますので、ゴルフボールの構造というところをご紹介させていただくと、基本的に一番ベースの形としてはコアという部分が真ん中にあって、それをカバーという部分が包んでいるという構造になっています。この2層構造が一番シンプルなゴルフボールの構造になっていまして、このコアだったりカバーだったりを柔らかくしたりだとか硬くしたりという変化を加えていくことによって、いろんな機能を付け足していく、そんなイメージになります。なので実際にですね、3000円以下でよく売られている安いボール、これらのボールに関しては基本的には硬いカバーでコアは柔らかい、こんな構造が多くの商品この構造になっています。なので別にそれぞれの商品細かく吟味していただく必要はなくて、基本的には3000円以下のゴルフボールは硬いカバーに柔らかいコア、この組み合わせになっていると思っていただいて十分です。例えば有名なですね、人気なゴルフボールで言うと、本間の D1 というゴルフボールございます。だいたい1ダース2000円ぐらいで買えて、飛距離も出るかなり人気なボールですけれども、このボールも同じくカバーが硬い、コアが柔らかい、そんな構造になっています。なんでこういう構造になっているボールが3000円以下のボールに多いかというところで話をすると、基本的には3000円以下のボールは飛距離を伸ばすというところを特徴として挙げています。いわゆる世の中でいうところのディスタンスボールと呼ばれるような形式のボールになっておりまして、飛距離を伸ばすというのはどういうことかというと、要はスピン量を減らしていきます。ドライバーでボールを打ちました。ボールが飛んでいって、ここにスピンがかかってしまったら着弾してからランが出ませんよね。転がっていく量減っていきますよね。ただスピンを極力減らすことができればランが出ていくと。ボールが落ちたところから転がっていくので、結果的に飛距離が出ますよ。そうするためにはさっきのボールの形を思い出していただきたいんですけれども、外側この周りのカバーが柔らかいのと硬いの、どっちの方がボール転がりやすいと思いますか？なんとなく柔らかいより硬い方が転がっていく感じしますよね。なので硬いカバーにする。じゃあ中も硬くしちゃえばいいんじゃないかというと、そうではなくて、硬いにしてしまうと当然打った時の打感も硬くなるわけですよ。めちゃくちゃヘッドスピードが速い人がバーンと打ったら弾けるかもしれないですけれども、多くのアマチュアはそんなにヘッドスピードも速くないかなと思いますので、中は柔らかくしてあげるけれども外側は硬くしてあげることによって、打った時この打感に関しては柔らかいけれども、なのに外は硬くなっているから転がっていく、ボールが前に飛びやすくなる、これが基本的な3000円ぐらいの安く買えるボールの構成になっています。なのでもう早くも結論になるんですけれども、安いボール、これら3000円以下のボールが悪い商品か性能としてかなり劣っているかということを話すと、全くそんなことはないです。むしろ多くのアマチュアにとって3000円以下のボールで全く機能としては問題ないと思います。例えば本間のボール、自分も打ったことありますけど、すごく打ちやすいですし、かなり飛んでいく感触があります。あとはスピンがかからないというところ、ネガティブな捉え方をしたら、確かにアプローチの時にバックスピン、止まる感覚っていうのは確かにこれは少ないと思います。ただアマチュアでバックスピンかけてスピンかけてアプローチ狙っていくという人がまずどれぐらいいるのかと
自分のプレーを思い出した時に、あそこでスピンかけられればなと思った経験がある方がどれぐらいいるのかなというところと、あとはスピンというとこのバックスピン、戻ってくるところをイメージしますけれども、サイドスピンですね、スライスフックみたいな横に飛んでしまう、こういったエラーももちろん含まれてきます。なのでスピンがかかりづらいということは、左右に球がばらける確率も減ってくるということになるんですね。なのでこういった安い3000円以下のディスタンス系のボールっていうのは、飛距離ももちろん出やすくなるし、あとは球のブレ、横ブレも比較的軽減することができるというようなボールになります。この価格帯のボールは逆に言ったらアマチュアしか使わないようなボールになってきますから、アマチュアしか使わないからダメな商品というのではなくて、むしろアマチュアの悩みに特化して飛距離も出やすくなるし、球もばらけにくくなりますよ、しかも価格も抑えますよ、そんな形で顧客満足度をしっかりと高めるためにむしろ安く作ってもらっているようなイメージになりますので、まずこの段階で1個結論を出すとすれば、安いボール3000円以下ぐらいのいわゆるディスタンスボールと言われるような2層構造2ピースのボールで多くの人にとっては全く問題ないです。ただちょっと待ってください。あと2つ、2種類今回ご紹介するので、このまま続き見ていただければと思うんですけれども、このディスタンスボール、3000円以下のボールを使ってみた方、もしくは普段の練習の中で球がそもそも上がりにくい、上がっていかないだとか、あとはスピン量が少なくて悩んでいますみたいな方もいるかなと思います。こういった方がこのディスタンス系のボール、外が硬くて中が柔らかいボールを使うとどうなるか。さっきディスタンス系のこのボールの特徴で、スピンが減ることで距離が出やすくなるって話をしたんですけれども、ボールが上がらない人だとか、そもそもスピン量が少なくて悩んでいますみたいな人っていうのは、このボールを使うとさらにスピン量が減るわけですから、もっとボールが上がんなくなってしまうわけですね。なのでディスタンス系、飛距離が出ますよっていうボールを使っているのに、さらに距離が出なくなってしまう、こういったエラーが起きてしまう可能性があるわけです。特に女性の方であったりだとか、シニアのゴルファーの方、ヘッドスピードがあまり出なかったり、そういったスピン量がもともと少ない方っていうのは、こういったディスタンス系のボールを使うと、ディスタンス系という名前なのにもかかわらず飛ばなくなってしまう、こんなリスクがあります。ではどうするのかというと、さっきのボールはディスタンス系のボールは硬くて柔らかいと、外側が硬い中が柔らかいという構造にすることでスピン量を減らしていました。なので外側を柔らかくして中側も柔らかくする、カバーもコアも柔らかい、この構造にすることによってスピン量を上げる、で打感も柔らかくする、これを実現しているボールがあります。特に女性向けのボール、シニア向けのボールっていうのは、このソフト、コアもカバーも柔らかい構造で作っていることが多くなっておりまして、こういう商品の特徴ですね、裏側とかの商品の説明欄に球が上がりやすいですみたいに書いてあるものは、大体このソフト系の柔らかい構造で作られて、むしろスピンを増やすことでそもそもボールを上げやすくしてあげる、ボールが上がりやすくなるからボールの飛距離が伸びていくよねみたいなイメージで作られているようなボールになります。なのでここまでの2つおさらいすると、多くの人にとってはディスタンス系、3000円以下のディスタンス系で外が硬くて中が柔らかいボールでまず問題ないです。ただそういうボールを使っていくとスピン量が減っちゃうので球が上がりづらくなったりだとか、もともとスピン量に不安があります、ヘッドスピード遅くてそんなボール使えるのかなみたいな不安がある人は、女性向けであったりシニア向けのボールを使っていただくと、もしかすると飛距離がアップしていくかもしれない。ディスタンス系のボールを使うと距離がロストしてしまうけれども、そういった柔らかいボールを使っていくとスピン量が増えてむしろ飛距離がアップするかもしれない。こういったところをちょっとぜひ覚えていただければと思います。さあ最後にですね、ここまで3000円以下のボールの話をしてきたんですけれども、それ以上の価格帯のボールですね、特に7、8000円するようなツアーボール、プロ選手が使うようなボールは、いわゆる飛んで止まるというようなボールになります。飛んで止まる、つまりドライバーで打った時は飛距離が出ていきますよ、アイアンアプローチをした時はスピンがかかりますよ、こういったボールを飛んで止まるみたいな言われ方をよくされるんですけれども、なんでこの性能があるかというと、さっきまでの2層構造、柔らかい硬いみたいな組み合わせ、柔らかいみたいな組み合わせとは違って、3000円超えてくるようなボールっていうのは大抵3ピース、3層構造、もしくは4ピース、5ピースとどんどん層が増えていっていきます。外にカバーがあって、その下にケースという素材があって、その下にコアがある、こんな3層構造だったりだとか、
カバーがあってケースがあってアフターコアがあってインナーコアがあってみたいな形で、カバーの下にケースがあってその下のコアが2層構造になっていて、最終的に4層になっている4ピースボールみたいなものがあります。なので層が増えていってる分そのコントロールがしやすい。今までだったらシンプルに中が柔らかくて外が硬いからスピンが減って飛びやすいですよ。柔らかくて柔らかいからスピンがかかりやすくてボールが上がりやすいですよ。もともとスピン量が少ない人からしたら距離が上がりますよ。そういったところと違ってこれらの3000以上してくるようなボールは層が3層だとか4層に重なっているのでより精密なコントロールができるようになりますよ。つまり飛んで止まりますよ。そんなイメージになります。じゃあ高いボール使うしかないじゃんと、安いボールダメじゃないかと、さっき3000円のボールでいいって言ったけれども飛んで止まるならまあ仕方ない、4000以上出してツアーボールもお金かかるけど買ってそっち使うよ。ちょっと待ってください。確かに飛んで止まる性能は備えています。ただその性能をしっかりと発揮できるかっていうのは自分の腕にかかってくるんですね。例えばツアーボール、実際のプロ選手が使っているのと同じ性能、全く同じボールになります。特にタイトリストが出している V1 はプロ選手がかなり使っているボールになりますが、これは市販の V1 と実際にプロが使っている V は全く同じ商品です。プロと全く同じ商品を使ってそのボールの性能をしっかりと引き出すことができるのであれば使う価値はもちろん当然あるかなと思いますが、多くの人にとってプロと同じ状態、例えば男子プロであればヘッドスピードが40後半ありますし、高いミート率を誇っていて、女子プロであってもヘッドスピード40ぐらいは出てくる中で、そのスピードでしっかりとまずインパクトができるかどうか、ミート率で打てるかどうかというところと、あとはそれだけ操作性が高いボールになります。もちろん層が厚い分操作性は高くなるんだけれども、操作性が高いのをしっかりとコントロールできるのかと、複雑なボールをコントロールできるのかというのが一番の課題になっていて、例えば3000以下のディスタンスボールであれば直進性が高い、普通に打てばサイドスピンがかかりづらいからまっすぐ飛ぶように、それだけ機能はシンプルだけれども簡単に扱いやすいボールだったのが、ツアーボールであったりとか高いボールになった瞬間複雑な中身になっているので、ちょっとのミスで大きく曲がってしまったりだとか、自分のエラーに対してそこをカバーしてくれなくなる可能性が一定数出てきます。なので高いボールには高い性能が備わっているということは事実ではあるんだけれども、高い性能を引き出せるかっていうのは自分自身の話になってくるので、そこに関しては一点注意をしなければいけないかなと思います。なのでこの動画ですね、最後まとめを作るとすれば、まず大前提、特にこだわりがないのであれば3000円以下のゴルフボール、ディスタンス系のゴルフボールで全く問題はないです。値段もそうですし、ボールとしてもむしろアマチュアに特化されているボールなので非常に打ちやすいと思います。なのであとは特に始めたばかりであればゴルフボールなくすことも多いので、1ダース1000円2000円のようなボール使っていったりだとか、そういう形でなくしながらどんどんゴルフ覚えていく、上手くなっていく形で問題ないと思いますし、それが打ちづらい場合であればちょっと柔らかめのレディースのボール、シニアのボールみたいなものを使う方が合ってくる人も当然いるかなと思います。その先でですね、例えば7000円8000円してくるような高い最新のタイトリストだとかテーラーメイドのようなゴルフボール使っていくとかなり細かい操作ができる、機能面が豊富になっているので、そういうボールを使うことももちろんいいかなと思いますし、あとは4000円から5000円ぐらいのレンジのところにツアーボールのような性能あるけれどもそれをアマチュア向けにセットしている、アマチュア向けに作っているボールというのも当然販売されていますので、コスパっていうところを考えたら4、5000円ぐらいのボールがアマチュアでも扱いやすいし、けどツアーボールに近い性能が備わっているねみたいな形で使いやすいボールも結構多いかなと思います。あとは結局嗜好品というか自分の趣味好みで選んでいくところも多いのがこのゴルフボールかなと思いますので、例えばツアーボールを使ってプロと同じボールを使ったことでテンション上がってナイスショットが打てていけるのであれば当然ツアーボールを使うべきですし、逆にツアーボール高いボール買ったことによってなくしたくないなと思って萎縮してスイングがちっちゃくなってしまうのなら、もうロストボールでもいいからとにかく安いボールを使うべきです。逆に安いボール使ってテンション下がってしまうならやっぱり高いボール使わなければいけないけれども、安いボールだからって気楽に思いっきり振っていけるのであれば安いボールの方が当然大きな効果を発揮できるわけです。あとは
もうこの動画見てくださっているもうベテランゴルファーの方ならわかると思いますけれども、高いゴルフボール使ったからといってスコアが10、20アップするわけではないですし、逆に安いゴルフボール使ったからって10、20スコアが落ちるわけではないですから、自分が一番テンションが上がって自分が一番気持ちよくゴルフできるボールを選んでいくというのが一番ゴルフボールを選ぶ基準としてはいいのかなと思います。なので性能だとか中身の部分違い、構造の違いはもちろんあるんですけれども、そんなことよりもですね、一番自分がせっかく高いお金払ってゴルフ場行ってコース回るわけですから、その中で一番テンション高く回れるボールを選んでいく、それが本来一番正しい、一番あなたのスコアアップに導いていくようなゴルフボールの選び方なのではないでしょうか。